皆さんこんにちは。背景イラストレーターのありです。今日も楽しんで描く背景イラストをやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回ですね、砂漠の描き方やっていきたいと思います。以前コメントね、いただいていましたので、そういえばやってないなと思ってですね、今回は砂漠。砂漠でなかなか描く機会もね、少ないのかなと思うんですが、一度描いてみるとですね、結構面白い表現ができるので、ぜひですね、一度書いて楽しんでみてください。それではやっていきましょう。さあ、今回ですね、砂漠の描き方やっていくんですが、作画のポイントとしてですね、いくつか持ってきました。ポイントのまず一つ目としてはですね、まず砂の隆起で影ができるよっていうのを押さえておきましょうっていうのが一つ目のポイントとなります。砂漠っていうのはですね、イメージするとですね、僕は実際は行ったことないんですが、イメージするともうただっ広いね、まっすぐの砂地っていうイメージだと思うんですけど、それだけじゃなくてですね、やはり風とかでこう一箇所に集まったりとか、こう崩れてですね、穴が開いたりとか、要は隆起がね、こういう感じであるんですね。なのでその山になっているところから影が落ちたりとか、フラットじゃないから影が生まれるんですね。そしてその影を描くことで、こう地面の凸凹などをね、表現できますので、まず砂をもうフラットじゃなくてですね、少しこう隆起しているような感じで意識して描いてあげるとうまくいくんじゃないかなと思います。で、二つ目はですね、風がやはり起きますので、風でですね、砂に模様ができるんですね。で、結構、均等にですね、綺麗な模様が入ったりしますので、いろんな砂漠の写真とかですね、見ていただければ、たまにこうね、なんか波みたいな模様が入っているね、ところがあると思うんですが、あの辺がですね、砂にできる模様になります。なので、綺麗に、もうフラットな砂でも、ね、全然いいんですけど、少し何かね、特徴をつけたいなっていう場合は、風でこう、起きたようなね、砂の動きでできる影とかね、そういうのを描いてあげると、模様を描いてあげると、ちょっと特殊な絵になるのかなと思いますので、ぜひですね、その模様も描いてみてください。そして最後にですね、湿気がないっていうのがね、特徴になります。もう暑いってね、やっぱイメージがあるので、湿気がないので、はっきりした色が使われているよと。結構湿気があるとですね、奥の方がちょっとね、なんか白っぽく見えたりとか、ちょっとね、空気遠近法が強めにかかったりですね、そういうイメージになるんですが、そういうのがね、やはり少ないので、空も広くね、青い色っていうのがね、目立ちます。なので、そういう、意識的にですね、なんとなくはっきりした色合いとかね、そういうのを使ってあげると、砂漠のね、暑さとかをね、表現できるんじゃないかなと思いますので、この辺の作画ポイントを押さえて、ぜひ作画してみてください。さあ次にですね、作画の手順をちょっとね、紹介したいなと思います。これ僕がね、書く方法なので、正解かどうかとかはね、ないかと思うんですが、僕はですね、まず手順としまして、まずラフデザインを書くところからやはりスタートしていきます。何もないところからいきなり色を乗っけてもですね、なんとなくこう、頭でね、整理がつかないんですよね。これ完全にこう自分の頭の中で完成してるイラストがある人は、全然最初からね、描いてもいいかなと思うんですが、最初はラフデザインでね、どの辺が影になってるかとか、どの辺がね、隆起してるのか、起伏がね、あるのかとか、あとは影のね、位置とかも、太陽を考えて、どっち側から照らされてるのかっていうのを考えて、影の位置もですね、描いてあげることで、作画しやすくなるかなと思いますので、ぜひですね、まずラフデザインを描いてみてください。で、描く際はですね、もう砂漠の写真をいっぱいね、見るのをお勧めします。いろんな砂漠の形があるんですが、やはりですね、隆起してるところとか、穴がズボッと開いていたりとかね、するところとかはですね、砂漠のね、特徴としてありますので、ぜひその辺を見ながら、こういう砂漠描いてみたいなっていうのをですね、いろいろ、まず資料を研究。そして、ラフデザインに起こすって形でね、やってみてください。で、それでラフデザインがね、できましたよっていう方、できましたよって場合はですね、もう次にベタ塗りをしていきましょう。これ上のやつをちょっとアップにしたやつなんですが、もうベタ塗りですね、もう完全に。で、影の部分とのメリハリ、この辺ですね、を意識してあげましょう。完全に境界できれるんですね。レイヤーで言うとですね、ちょっと名前は付けてないんですが、空のレイヤーと影のレイヤーと地面のレイヤーですね、砂のレイヤーで分かれております。これが下絵ですね、ラフ。ラフを元に、まず地面のベタ塗りをしてあげます。で、ここにね、影の位置も書いたと思うので、影のところに影の色でベタ塗りをしてあげます。で、さっき言ったように、ちょっとはっきりした色でね、描いてあげましょう。で、空のところをベタ塗りをしますと。こんな感じでですね、もうベタ塗りを作っていきます。ほぼこれでね、砂漠のデザインっていうのはね、終わりになります。マジでこれだけなんです。なんで、もう最初はね、取り掛かりなんか難しいかなって思ってる方も、ここまでやってみるとですね、意外とね、簡単に描けるんじゃないかなと思います。さあ、そして最後にこのベタ塗りをですね、ちょっとリアルにしていくんですが、これね、どうするかっていうと、ベタ塗りの中に、
グラデーションをつけてあげて完成となります。これがベタ塗り。ちょっとね、色が激しすぎたので少し抑えました。派手にはっきりしたね、色ではあると思うので、はっきりした色にして、ちょっとね、夕方っぽい感じだったので、昼間っぽい感じにね、変えました。で、グラデーションをね、かけてあげてます。これどういう風にグラデーションを描いているかっていうのをちょっと見ていきましょう。でテクスチャ必要な場合はね、テクスチャも都度描いていきます。さあ、まずここね、ちょっと消しますね。さあ、グラデーションなんですが、こんな感じでね、入ってます。わかりにくいね、言われるかと思うので、ちょっとね、描いてみましょう。さあグラデーションを描く場合はですね、このエアブラシのソフトブラシとかでね、描くのをおすすめします。ちょっとベタ塗りでね、最初ちょっとね、この辺塗っときましょう。こんな感じでね、こういうのに塗ってましたね。さあ、この状態でグラデーションをつけていきます。まずグラデーションをつけるための、この砂をですね、透明度のロックをかけてあげて、ここにグラデーションをね、入れていってあげるんですが、グラデーションでどういう風に入れていけばいいのかっていうね、ところになりますよね。で、ここはですね、光が当たる部分に、ちょっと明るめの色を足していってあげると、しっかりね、決まるかと思います。なので、大きめでいいので、大きめでこの辺にですね、少しこう、光が当たるところ、全面に当たるところに、こう明るい色をね、入れていってあげましょう。で、この塗り残しの部分、明るい部分をね、入れなかった部分とかは、このままでもいいですし、少しそれをね、伸ばしてあげてもいいですし、さらに、ちょっとだけ、これね、ムラを入れてあげたりするのもありですね。こんな感じで描きます。すごいね、簡単にやったと思うんですが、簡単です。光が当たってるところに明るい色をふわっとね、入れてあげるだけです。ふわっとね、入れてあげましょう。で、これで光は終わりです。で簡単ですね。で、この影の部分もね、一緒です。影の部分は、この影から離れてる方向を少し明るい色で、グラデーションをかけていってあげましょう。影はね、こう、遠くに離れれば離れるほど、ちょっと薄くなっていくイメージにしてあげて、こんな感じでね、作ってあげると、ちょっとグラデーションかかったのがね、わかるでしょうか。最初はね、こんな感じのベタだったんですが、グラデーションをね、かけました。で、このグラデーションをかけることでですね、なんとなく、砂漠の光のね、感じが出たんじゃないかなと思います。なので、ベタ塗りに影が遠くなったところに少し薄めのグラデーションを入れるだけですね。なので、これも非常に簡単だと思ってください。もう、さささってね、ちょっとね、遠くの方を薄くとかね、そんぐらいで大丈夫です。最初はね。さらにね、これから細かくね、砂の感じとかを入れたい場合は、そういうテクスチャーも入れないといけないんですが、まずはね、これで全然大丈夫だと思いますので、まずここからね、やってみてください。で、追加でですね、この稜線の部分、この一番上の部分ですね。峰の、この稜線というか、この部分に少し明るい色をね、こうやって足してあげても、ありかなと思います。ハイライト的なね、感じで。っていう感じを足してあげると、さらにいい感じになるかなと思いますので、もうこの手順でね、砂漠、とりあえずのね、形は描けると思いますので、ぜひね、チャレンジしてもらえればなと思います。さらにですね、ここに先ほどこの右側のポイントで言ったですね、模様、砂の模様をこんな感じで入れてあげると、こういうのがね、いっぱい並んでるんですね。なので、こういうのを入れると、さらに砂漠感もね、出したりとか、ちょっとね、個性のね、ある砂漠になったりもしますので、こういうのをね、足していってもいい感じになるかなと思いますので、あとは各々ですね、調べた資料と照らし合わせながら、オリジナルの砂漠のイラストをぜひ描いてみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、砂漠の描き方についての解説でした。結構ね、実際やってみるとですね、意外と簡単にね、砂漠描けるんじゃないかなと思います。これからね、どんどん難しくね、細かくね、リアルにとかするとまた全然変わってくるんですが、まずはこのとっつきはね、この感じでいいんじゃないかなと思いますので、ぜひまだね、砂漠とか描いたことないよって人はね、一回描いてみると楽しいのでね、ぜひ描いてみてください。サボテンとかね、足してもいい感じになるかと思います。今回の動画が良かったよ、参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。また通知のベルを押していただけると嬉しいです。ウェブサイトやっておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。
SNS もやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。僕のイラスト販売等もしておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのありでした。さようなら。